日の前の熱波ラジオ12分でさよなら。このラジオは12分の砂時計代わりになるラジオとなっております。お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。お願いします。いやー最近ね、はい、もう澤田さんといえばもうサッカーじゃないですか。サッカーですもう大変ですよ。もう今大変ですよ。だって朝ですもんね。朝だし今もうたまたまその仕事も、はい、今フットボールアワーさんの単独に入らせていただいてて、はい、それがもうほんと7月が本番で、はい、じゃあもう今まさにもう今、佳境を迎えてて。佳境だ。でも他の日本以外にも全部見てますよね、多分ね。いやさすがに全部は見てないですね。あ、そうなんですか。はい、もうだからそれとウッドさんの単独と、まあ他の仕事しながらワールドカップ見てってなると、はいはいはい、もう全部は見れないですね。さすがにやっぱ日本戦はもうちゃんと時間を取って見てますか。日本戦は見てます。はい、私もね見てるんですよ。はい、実は私、フットサルの芸能人の日本代表をやってて、は？知らなかった？フットサルの芸能人の日本代表？はい、知らなかったですか？知らないです。韓国でフットサルの人気番組があって、はい、本当に視聴率1番ぐらいの韓国で超人気の番組が前園さん監督やってるやつ？そうですそうです。あって、で、私も一応事務所でホリプロでフットサルのチームがあるんで、で一応選出していただいて、日本代表芸能人の日本代表として韓国に行って、その番組で韓国代表と戦うっていうのをやったんですよ。ので監督は前園さんで、あとは今めちゃくちゃテレビ出てる高橋なるみちゃんとか、フィギュアスケートのなるみちゃんとか、あと何人かね 6,7 人いるんですけど、6,7 人、はい、割と少ないですね、はい、フットサルで 6,7 人はハードすぎるな。はい、あとNMB 元 NMB の白間みるちゃんとか、それこそサウナ好きな方、そうですそうです、そういろんな方がこう、新メンバーで入ったり出たりとかして、今のところ2回やってるんですよ、韓国戦、で日本が勝って、日本が負けてって今引き分け状態で、なるほど。なので一応私もサッカー好きなので、日本戦は見てて、でもSNS にちょっと書くのが恥ずかしいって思っちゃうタイプで、なんかにわかって思われるみたいなのあるじゃないですか。わかります。なんかみんなユニフォーム着て、この写真撮って、その時だけあげるみたいな、ちょっとそれが嫌だから私はひっそり見てるんですけど、ちゃんと友達とマック買って朝起きて見たりとかしてます。友達とマック買ってきて朝一緒に見てるんですか？はい、見てます。楽しそう。うち集合して。僕もでも1戦目は、オランダ戦は、花輪さんの YouTube で、元 J リーガーの人と花輪さんとかと一緒に見ましたね。YouTube 回しながら。それめっちゃいいですね。じゃあいろんな戦術とか聞けたりとか。そうですね、それこそ、今代表でやってる人は大体一緒にやったことある、対戦であったりとか同じチームだったりとか、谷口選手と同期って言ってたかな。へー、元鹿島の選手で。なんか今皆さんかっこいいですし、なんか背も高い、なんかびっくりしたんでしょ。こういろいろ見てて、綾瀬さん、上田綾瀬さんとかも、めっちゃ身長高い方なんですね。180じゃありますからね。でもみんな高くてなんかびっくりしました。相手の選手とかとこうあんまり変わらないぐらいの大きさ。そうですね。どうなんですか、日野さんから見て日本は、ちょっと今この収録時点ではまだ第2戦終わったところ、どこまでいきそうですか？でもあれですよね、勝ち上がったら結構大変なんですよね、ブラジルとか。そうですね、ベスト32の対戦は結構どこが来てもって言われてますね。でもなんか皆さん、本当に優勝を目指してますって、みんな言ってるじゃないですか。だからベスト8。ベスト8。はい。まだ行きそう。なるほどですね。どうですか？ベスト32ですね。マジで？敗退しちゃうの？だってブラジルかモロッコか、フランスにはならないと思いますけど、厳しい。モロッコと当たったら可能性あると思いますけどね。で、それ超えたらその先の方が楽だと思います。やっぱベスト32のところが一番鬼門ですよね。これ多分もうどの方も言ってますけどでもなんか奇跡を起こしてくれそうな皆さん、なんか
感じがしちゃうんですけど。いやフルメンバーだったらって思っちゃうんですよ。あー、なるほどね、フルメンバーだったら奇跡期待持ってもいいかな。三笘選手がいたりとか久保選手が完全なコンディションだったりとかしたら、はいはいはい、いいかなって思ったんですけどね。まあでもこれが流れてる頃には、いや、ね、おい澤田何言ってんだよもうベスト30に突破してんだよってなってますからね、なってる可能性もありますからね。いやでも私本当に、一つ言いたいのが、中村敬斗選手ってめっちゃかっこいいじゃないですか、で気になったのが靴下がめっちゃ短いのがすっごい気になって、あれ理由知ってますよ僕は。あれですよね、なんかその圧迫しちゃって、足がこう思うように動かないから足がつらないためですねって言ってて、私なんかそれみんなこうサッカー選手って長いのが当たり前みたいな感じなのに、一人だけ短くしてるっていうところになんかもうキュンとしちゃって、そのぐらいの自我がすごいんだろうなって。いやいや、そんな靴下に理由つけなくて絶対顔でしょうよ。いやいや、靴下がそんな靴下に理由つけて靴下が短いからかっこいいなんて絶対嘘。絶対中村敬斗の顔じゃないですか。最初靴下から入ったんですよ本当に。いやいや、そんな画面見ててそんなんないわ。何これ、なんであの人だけ靴下短いんだろうって思って、こう見てて、その性格がすごいその自我がすごくていいなって思って、それプラス顔がすっごい素敵だなって。いや、順番逆絶対逆ですわ。ありました。なるほどですね。でもまあまあちょっと日本代表応援しながらっていうね、ちょっと今度ね時間あったりちょっと日野さんのサッカーのプレーについても聞きたいですが、いいですね。まあちょっと行きましょうか。ということで、サウナトーク。はい。じゃあどれかはい。じゃあ腕。でん。ロッカーナンバー44。中年さん、自宅に部屋が一つ余っています。2人なら何部屋にしますか？寝室、仕事部屋、客室はありますということです。2つ？部屋1つですね。でも、日野さんも僕も割と真っ先に候補に上がるのは、麻雀部屋ですよね。麻雀部屋ですね。ただ麻雀部屋俺いらないかな。で麻雀部屋あるとみんながこうたむろしちゃって帰ってくれないみたいな言うじゃないですか。それが結構きついですよね。あと場代どうするかっていうね。確かに、あとはまあサウナも好きですから。サウナね。サウナはやっぱ憧れがあるから。でも例えば東京とかに住んでて、室内にサウナを作るんだったらちょっと違いますよね。その別荘みたいなところで一つ部屋が余ってて、外に出たらもうこう自然があるみたいな状況だったらサウナ作ったらめっちゃいいかな。いや全然サウナでも僕ありだと思いますけど、多分、この方はもう家持ってるんですよね。で多分普通の部屋が1個空いてるんですよね。要は何もない部屋が1個あるってことだから、そこサウナに改造するってなっちゃうのかな。確かに。いやでも私最近ポーカーにもハマってるんですよ。あ、本当ですか？そうだからそのアミューズメントパーク的な、もうみんなたむろしていいから、そのちゃんと時間をこう決めながら遊べる、ポーカーできて麻雀できて、なんかカードゲームとか人狼とかできるような、結局たむろするじゃないですか。いやまあでもいいですよね。いやわかります。僕もそのボードゲームとかカードゲーム好きなんで、めちゃくちゃいいと思いますけど、そうですよね。あとはどうですか、候補シアタールームとかですね。シアタールームね、憧れるな。ローランドさんのなんか YouTube 見た時に、ローランドさんもシアタールームがあったんですよ。めっちゃエロい部屋。エロシアタールーム。エロい部屋いいじゃないですか。エロい部屋作ればいいじゃないですか。でもあれとかいいかも。なんかよく映像で見る昔のラブホテルってなんか上がめっちゃ鏡張りで絶対嫌だ。絶対嫌だ。でベッドが回るみたいなのあるじゃないですか。あれ自宅あるんですか？あれ欲しいかも。いや俺男で行ってそれやったら俺ワンチャン別れるまであります。そうマジで。やばいこの人やばい。最初は見せないで。いや普通の寝室にね。普通の寝室あるから一応普通の寝室でちょっとマンネリ化とかしてくるじゃないですか。いややだ。そしたら実は作ったんだよねって言って、でいろんな仕様に変えれるみたいな。例えばその相手の彼氏とかが例えば電車でプレイしてみたいって
行ったら、はいはい、電車っぽくこう変えたりとかいろんな、ね、セットを用意しておくってことですか？やばいっすね。ヒロさんやばいっすね。どうかな。でもマンネリ化しないためにそういう部屋を。いや俺はもうあとは交互もう本当なんか逆にしょぼくて申し訳ないですけど、僕はあとは筋トレルームかなとか筋トレね、ルームランナー置いてこうベンチプレスとか置いてとかかなと思ってました。ちょっとすいません、僕のなんか弱いっすわ。強いっすね。分かったから、そういう、はい、ラブホテル部屋みたいなの隣に筋トレとか置けばいいじゃないですか。そのアミューズメントも隣に置いていやなんでそんな悶々としながらベンチ上げなきゃいけないんですか？上見たらね、こう鏡であーみたいなねなりますから。上見てベンチはなんか好きそうなマッチョいそうだね。いや、とりあえず上は鏡張りにしてなんかを考える。いや、麻雀とかだったらダメですね、上鏡だったら、ね、いやそうですね、見えちゃうから、はい、じゃあもう日野さんはそれっていうことですね。ちょっとまあそれで一回落ち着こうかな。うわーすごいな。澤田さんはやっぱ筋トレ？でも映画かな。もう本当にその部屋だけはもうでっかいスクリーンにしてとかね。もうちゃんとあれですよね、薄暗くてちょっとエロい感じのシアタールームですよね。いやエロいじゃなくてシアタールームは薄暗いのが普通なんでまあちょっとね冷蔵庫を置いてなんかほんとちょっとお酒飲みながら見れるぐらいの、まあ、そこから出てこれなくなりますね。でも今ねこんだけサブスクでいろんな映画が家で見れるようになってるじゃないですか。まあそこでサッカー見てもいいですしね。確かに、それこそまあみんな集まれるような、ちょっと広めのシアタールームそういうことですね。はい、じゃあ中年さん私たちはこんな感じで部屋を作りたいと思います。多分中年さんエロいの作りそう。作りそう、名前がね中年ちょっとエロいもんね。はい、ということでありがとうございました。さよなら。